皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。さて今日からはビッグチャイルド社のフォールンエンジェルを塗っていきますよ。はい。なんとね、今回からひまわりさんが真面目に編集を頑張りまして、いや、そんなんでもないですけど。ちゃんとなんていうんだ、カメラが寄ってます全部。そしてほとんど当倍。まず例によって肌塗る前にですね、いつものトントンをやります。当倍って言いながらいきなりさ、倍速なんだけどさ。まあこのトントンはね、倍速でいいかなと。筆使って塗ってるところは全部当倍。最初から最後まで当倍でやってみました。どうなんだろうね。超見やすいけど、長いかもね。まあ、その代わり、動画は本数増やしてるから。うん。うん。となっております。まあ、じゃあちょっと解説していきますと。といってもこれ毎回やってる。まず赤トントン。で、次青だ。これを毎回やってるね。目の周りだとか、あとどこだ。まあ主に目の周りだな。あと、影になる部分も青みが欲しいんで、最初に青をトントンします。この場合胸の下、鎖骨のところ、首の下。で、次これね。肌色と、これ今回初じゃない？いや、前回のツルの時もやってる。うん。髪の生え際。と同じく、影になる部分。影になる部分っていうのは、失礼。で、これ血管を描いてます。これ当倍です。この血管は結局ね、ほぼ見えなくなるんで、割とざっくり、なんだろう、ほのかに緑色が結果的に感じられればいいと思ってやってるんで、あんまり神経質に、人間の血管とはどのようになってるんだって考えながらやらなくてもいいです。でも一時期さ、なんかその調べてやってたよね。やってたんだけど、ほぼ見えなくなるし、いいかっていうのが、まあ、今の考え。また変わるかもしれないけどね。うん。まあ、そんな感じですね。で、これは、なんて言うんだろうな。第一層みたいな感じなのかな。一回肌のベースカラーでトントンして、一層目。まあ、ここまでは下地作ってるみたいな感じです。で、これです。今回ね、ちょっと、下地作った後に、これは、影になる部分をエアブラシでやってしまおうと思ってやってみました。これ、ほとんど映ってないんだけど、白飛びしてわかんないんだけど、下方向からエアブラシで吹いてるっていうことを見せたくて、これをあえて使ってる、この動画を。いや、これ本当にいるの何も見えないんだけどって言ったんだけど、今の理由で使ってます。そうなんだね。まあ、これはちょっと今後改善するわ。もうちょっと見やすいようにしようとは思ってないけど。まあ、ちょっとあれなんだよね、エアブラシのを取るっていう状況があんまりよろしくないんだよね、設備がね。なんていうか、環境が整ってないって言えばいいのかな。まあ、どっちかというと、要するに照明とカメラを設置する環境が整ってないが正しいかな。いや、もっと言うと、照明が強すぎるんだね。そうだね。カメラはね、実はさ、今までエアブラシたまに撮ってたけどさ、なんかカメラガクガクしてたでしょ。ゆらゆらししてたでしょ。てるからこれないでしょ。結局使わなかったんだよね。ないでしょ、これ。うんうんうん、実は改善したの。ああ、なるほど。なんだけど今度照明が強すぎて。うんうんうん。うん。
取り直しができないからね、しょうがないよね。うん。で、影方向はあって、で、今度明るい色。このレイヤー第一段階的なものも、上方向から吹きます。これね、エアブラシでやってるけど、なんだろう。最初のトントンの要領で、上方向から光が当たっているのを意識して、この今使ってる肌色でトントンでもまあいいかな。こっちの方が早いからこっちでやるみたいな。まあただ、やっぱちょっと、なんつうんだろう。陰影が滑らかにつくから、エアブラシならではのね。そうね。ちなみにね、これ、影色最初に吹いたけど、影色ね、濃すぎてね、なんとかね、せっかく作った下地がね、なんかほとんど消えてしまったんだ。さっきの青と赤とかのやつ。そう。そこはね、ダンカンカラーの隠蔽力が強すぎるということでね。で、ざっくり陰影をつけて、まだ全然残ってるね。うん。まあ、この後、消えていくからね。色重ねていくからね。そこの、なんつうんだろう。この、最初にトントンした赤青の、なんていうのかな、残し具合みたいのが、ちょっとやって慣れるしかないっていうか、最初怖くて、赤青でトントンしたんだけど、その後ベースカラーで怖くてほとんど消してしまうとかなるんだよ。それ私今状況に陥ってる。慣れてくれば、この後何段階ぐらいレイヤー入れるから、まあこれぐらい残しても大丈夫だなっていうのが多分分かってくると思うんだよね。で、まあ要するにこれは今やってるのは、レイヤー第一段階みたいな感じです。確かにレイヤー第一段階まではトントンでやってるような気がするな。これから、そういえば今のさ、チューブのやつさ、あれ見ただけでさ、何か分かんなくない？裏の番号を見ないと。いや、大丈夫だ。英語名書いてあるから、それで検索すれば分かると思う。まあ、皆さん困ったら画像キャプチャーして Google レンズで検索すれば出ると思うんで。これもトントンだな。ただ筆ちょっとちっちゃくしてるね。そうだね。やっぱちょっとこの叩くようにやる方が肌感が出るんだよね。あとこのなんつうんだ。これのさ、その左このモデルでいう左肩、正面で言って今うちらから見たら右側のさ、あれは皮膚片なの？そう、これ皮膚。この人が分解されていくみたいなやつ。なんていうか悪魔化して、肌が割れて悪魔的なものが出てくるみたいな描写だと思うんだけど。これ影色だな。こっからは多分当倍なはず。当倍だ。で今まで倍速にしてたし、アップじゃなくて遠目だったのがもうじっくりとテレスドの筆さばきが見れる仕様になっておりますので、テレスドさんファンは筆さばきがじっくり見れる紙動画になってる。自分で影を点ですね、これは。こういうとこは筆で線引くのはやりづらくてね。こういうね、この失敗しても手で拭くっていうところまでちゃんと捉えております。この辺は好みなのかな。線で引く人もいるとは思うんだけど、なんか最近はこういうとこは点だったり、なんかちょっとシャバめでシャバいよね。やったり、割となんかその時の気分的なとこもあるんだけども、
で、まあ、万が一ね、その点が、なんつうの、ボツってついても、まあ、その時は後で中間の色作って、境界ぼかしてやれば馴染むんで、恐れずにやっていきましょはい。う。いやー、見やすいな。よかったです。だけどさ、まあしょうがないんだけどさ、これ塗ってたらさ移動させるじゃん、左右回転上下とかさ。だから結構なんていうの、短くパンパンパンって切ってやるから、なんていうのが、動画が飛んでるわけじゃなくて、なんていうの、わかる？位置で切り替わりが結構激しい。しょうがないよ。まあ、しょうがないね。ちょっとね、たまにピント合ってないけど、許してください。もう本当にね、ぼやけてしょうがないところはカットしましたんで。今回特にね、なんかすごいモデルがちょっと前回のよりもちっちゃいからかもしれないんだけど、ぼやけててね、うん。結構使えないところがあった。うん。見やすいけど、やっぱフル当倍はちょっとあれだな。喋ることがない。そうだな。じゃあ一回黙る。あ、いや、いつ、どんな場面になるかわかんないから。ああ、うん。これハイライトっすね。おお、場面は変わって。見てこれこれ見てこれ。そんな、テレスドンさんのこの細い線。大したことしない。そう。こっからは線で、なんだろう、完成写真見るとね、わかんないくなってると思うんだけども、実際は結構こういう線の連続なんだよね。ねえ。それでもなんつうの、なんか見てて絵画みたいな感じだよね。なんかまあ、絵描いてるような感じなのかな。あ、ちなみにこれ、グレーズメディウムで薄めてるはずだわ。グレーズメディウム使えば、この、バビッと線なんだけど、乾いたらようわからんっていう状態になる。ボテってつかない。うん。ああ、いやなんでもない。およ、この胸のさ宝石あるじゃん。この動画あったっけ？あ、それ撮ってないわ。あ、撮ってない。なんか大したことしてないからいいやと思って。うん。あんだけなんかさ、ベースをボテ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 ってやったりとかしたけどさ、ちゃんとなんていうの、最初にやった青とか赤とかのが複雑ないい感じで残ってるよね。そうだね。こうなればいいんだけど、最初怖くて、ないことになる。どんどん隠蔽しちゃって、やった意味ないってなっちゃう。経験ね。結局は経験なんじゃない？これがグレーズメディウムで薄めてるもんだから、そのまま塗るよりも、やっぱ
回数重ねないと発色しないよね。まあでも滑らかになっていただくためにはまあしゃあないな。そうね。あと今回なんか筆すごいいっぱいいろんなの使ってるイメージあったけど、あ、いろいろ試してたな。うん。なんか細い筆使ったり、すごいぶっといので細い線引いたりとかいろいろやってる感じがしたけど。うん。いろいろやってた。特にそれの説明はない。いや、多分ね、これ、最終的に、ある程度太い筆が一番塗りやすいという結論に達せると思うんだよな、皆さん。それは、水の含みがいいから、滑らかな線を引けるんだよ。で、かつ、先がとんがってれば、割と太さはどうでもいいってとこがあって。でもさ、その太い筆ってさ、先っちょをずっと細くさせるの難しくない？まあ、塗料つけるときにくるくるくるって、そうじゃなくて、経年劣化で。そう。あ、いや、そうなったら終了。それだったら最初から細い方がいいんじゃないの？いや、もうね、細いとね、すぐ水分なくなっちゃうから、塗りづらいんだよね。これ、そういえばこの人の肌結構白っぽい感じするけど、どう？ね、レシピ的には、エルフ寄りというか。白目は意識してるね。人間ではない。まあ、天使なんだっけ？そう、天使だからね。人間じゃないからね。この人は割と陰影つけやすいなと思ったね。顔もそうだけど、体もなんか、まあとりあえず胸と肩と鎖骨明るくしとけばいいかみたいな。なんかさ、油絵とかで塗ってる人とかもいるじゃん。お油絵の具何他のすごいじゃん、皆さん。どうなんだ、そのうち手出すんですか？いや、だってまた意識揃えなきゃならないでしょ。あれは何、やっぱり処理大変か、この舌出るとかファレフォに比べたら。乾燥が信じられないぐらい遅いの。したらグラデーションとかはつけやすい。そう、乾く前にこのモデルの上で混ぜちゃう。それでグラデーションつける。だからグラデーションはつけやすいんだって。ただ乾燥は乾燥機に入れて丸1日とか2日とかそういうレベル。それはちょっと難しいね。また新しい。最終かこれ、どうだろう。いや、最終じゃないわ。ほぼ最初に近いけど。近い。これアップにしすぎじゃね？えらい近いのこれ。なんかブレってるし、なんかぽよぽよしてるぞ、映像が。まあそういうこともあるっちゅうことで。ちょっとこれは多分失敗してるから後で直しときます。見る頃にはちゃんとなってるはず。直せんのか。ほう。
前はさ、動画編集した後にさ、音入れてたじゃん。今編集中の動画を見ながら喋ってるから直せ。おうおう、うん、確かに今これ喋ってる先からなんかカチ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 やってるなもう完全にお任せだからどんな操作してるのかよくわかんないけど。腕。これがね、見やすいくつってちょっと見てもらえる人が増えるといいんだけどね。うん。これなんで今回26分とかそれぐらいのだけど、これ、ね、何時間かかってるか分かんないからね、これね。ああ、そうだな。全部の動画を見てる時間は最低かかってからな。そう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 。まあなんかね、それ普通だろうって言われるかもしれないけど今ただ動画つなげてただけだろうってねテヘペロおでこと鼻の頭と頬骨は特に明るくしましょう。まあ多分いろんな本に書いてると思うけどね。 T ゾーンね。うん、そう、T ゾーン。どっち？いや T ゾーンね、まあでもあれなの、ほとんどの人がもう出来上がりを見てるはずだもんね。うん、多分ね。この目の周りの青みが仕事してんな。そうだね。昔はひよって消しちゃったからね。まあでも確かにこんだけ何回も重ねるんだから、まああれかって感じもするよね。うん、するんだけどね。やってみればわかんだけどね。うん。ちなみにね、最初にトントンしないで、普通に肌色で塗ってって、後でグレージングするっていうやり方もあるんだよね。最初のトントンってその血管的なやつを？うん、それをやらんで、普通に肌色、お、はい、これ最終だな、確か。この、なんつうの、何色っていうんだろう、この、最後に青。そう見てて思ったのは、まあ、今肌色って言っちゃダメなのか？いや、いいですに青入れるんだと思って。そこ最後にね、明るいね、青っていうか水色？うん、いやこれね、なんでかわかんないんだけど上手い人がみんなやってるから真似してるああ、そうなんだ。うん、へえ。なんかのグレージングしてるみたいな感じになるのかな。なんでなんだろう。なんかでも確かにもう一段階明るくなったように見えるんだよね。補色だからなのかなと思ったんだけど、反対の色、肌色、これだったら首の下とか胸の下とかの色を抽出して、色素を反転させたらさっきの水色みたいな色になるんだわ。だからその補色関係で目の錯覚で明るく見えてんのかなと思ってんだけど、いや勉強になったと思って。まあ別にこれ私発明したわけじゃないんで。デルソンさんは、ね、勉強熱心だからいろんなのを見るけど、私はその見ないもんでね、なんかこれで初めて知ったみたいになるからね一応この動画ガン見してるでしょ。だからすごい勉強になって、今度塗るやつもしかしたらパワーアップしてるかもしれないよ。そうだな。あとは腕が追いつくかどうかっていう。
まあそんな感じでそろそろ肌の動画は終わり。お別れの時間だけど、一応こんな感じで全編行くぜ。あ、うん、行きます、うんもう全部あとは当倍で、アップした状態、こう拡大した状態で筆の動きが分かる動画になっております。なっております。ということで今後ともよろしく。にゃ。テレスノンでした。いやいや、まだ終わんないけど。終わってない終わってないのこれまだ。まだ終わってないよ。終わってないのか。あ、そっか。だいぶ顔が白くなったな。このさ、多分もう色重ねなくても変わんないんじゃないって思いながらやってんだよねこれね。ああ、そうなんだ。なんだけど、なんかいつやめていいか分かんないんだよねこれ。ああ、なんかまあテレスの言ってたじゃん。あんなひまわりはそこでやめれてすごいねって。俺はそこでやめられないみたいなのが言ってなかった。終わりがわからないみたいな。あ、終わっちゃった。そんなこと言ったっけ覚えてないわ。あ、そうか。てな感じで。てな感じはいで。じゃあまた今度。テレスノンでした。あ、そんな切り方いいの？うん。ひまわりでした。またねー。